こんにちは、くまこです。前回はファンタジースプリングスホテルのグランパラディラウンジで体験したデザートブッフェの様子をお届けしましたが、今回の動画ではデザートブッフェの後に宿泊したお部屋をご紹介したいと思います。今回宿泊したお部屋は客室からの眺望が衝撃的でした。この客室の存在を噂では聞いていましたが、まさか自分がアサインされるとは。ファンタジースプリングスホテルに宿泊を検討されている方は必見です。それでは早速行ってみましょう。ただいまの時刻は午後4時。日が沈む前に客室からの眺望を撮影したいので、急いでお部屋に向かいます。今回予約したお部屋はホテルエントランスサイドスーペリアールコーブルーム。その名の通り、ホテルのメインエントランス側に位置している客室です。まだ宿泊したことがないカテゴリーの客室でしたので不安もありましたが、同じカテゴリーにばかり宿泊しても面白みがないかなと思い切って予約してみました。これからルームツアーに入りますので、早く客室からの眺望が見たいという方は客室からの眺望のチャプターからご覧ください。ちなみに今回の客室番号は動画の最後の方で発表します。客室番号だけ知りたいという方はエンディングのチャプターをご覧ください。ということで客室に到着しました。それではいざ入室。客室は何度訪れても期待を裏切らない安定のクオリティですね。まさに夢の続きを過ごせる場所です。それでは一つずつチェックしていきましょう。入り口付近から見ていきたいと思います。まずはクローゼットです。クローゼットの中には枕、ハンガー、洋服ブラシ、バゲージラック、スリッパが用意されています。クローゼットの照明は自動で点灯されますが消えるのが早いです。エコですね。続いて洗面台。細部へのこだわりが光る、まさにディズニーホテルならではの贅沢な洗面台ミラーですね。洗面台左側にコップとティッシュ、右側にはお持ち帰り可能なアメニティがセットされています。アメニティの内容はこんな感じです。洗面台の引き出しの中にはドライヤーとヘアブラシ、お子様用歯ブラシが用意されています。洗面所右側の扉はバスルームです。いつ見ても壁画が美しいですね。シャンプー、コンディショナー、ボディソープは備え付けです。バスルームの向かいの扉はトイレです。こちらには大きな鏡が目を引くドレッサーとミニバーがあります。ミニバーにはケトルとライスペール。引き出しの中にはグラス、ティーカップ、お茶セットが用意されています。冷蔵庫の中にはお水が4本入っていました。続いてペット周りを見ていきましょう。パスカルがそっと見守るペットと、色鮮やかな蝶々とトンボが羽ばたくベッド、それぞれのヘッドボードのデザインにお部屋全体のストーリーを感じさせられます。ベッドの間のナイトテーブルにはお土産にぴったりの素敵な絵はがきが用意されています。そしてこのお部屋の最大の魅力はこのアルコーブですよね。
細部までこだわったラプンツェルの壁画は、見ているだけで心が躍ります。アルコーブベッドの下の引き出しには、毛布と枕が用意されています。パジャマはテレビ台の引き出しの中です。セーフティーボックスもテレビ台の引き出しの中に完備されています。座り心地のいいメロン柄の椅子も健在です。それではいよいよ、このお部屋からの景色を見てみましょう。私は今、どこにいるのでしょうか。そして、何を見ているのでしょうか。状況を理解するのに、一瞬、時が止まりました。そう、この客室が噂の岩ビューだったのです。いや、森ビューと言うべきだろうか。暗くて分かりづらいかもしれませんが、この客室はロビーフロアと同じ3階に位置していて、目の前にあるのはエントランスにあるミッキーの巨人退治のロックワークの裏側なのです。ホテルエントランスサイドの客室数は100室。そのうちの70室がスーペリアールコーブルームで、3階はこの部分が該当するのではないかと思われます。仮にこの部分の8室がスーペリアールコーブルームだった場合、この森ビューやリワビューにアサインされる可能性はおよそ 11.4% です。今回、熊子は見事にその客室を引き当てたのです。それはショックでした。だって、この時期のホテルエントランスはイルミネーションがひときわ輝きを増していて、オフィシャルホテルの光景が加われば感動的な美しさを撮影できるかもしれないと楽しみにしていたんです。普段はキャンセル拾いをして少しでも眺望のいい部屋を予約するのですが、今回は最初からホテルエントランスサイド一択でキャンセル拾いは一切しませんでした。まさかこんな結果になるとは本当に残念です。しかし、こちらのお部屋、デメリットだけでなくメリットもたくさんあったんです。まず、どこに行くにも移動が楽です。駐車場も近いですし、ロビーやレストラン、ジョイフルスプリングスもあっという間。花火を見るためにファンタジーシャトーのテラスに行くときだってパッと行けるので、特等席を確保できます。エレベーターを利用しなくて済むのは本当にストレスフリーです。特にハッピーエントリーを利用して早い時間から出かけたいという方にはぴったりの客室だと思います。そしてこの客室はとても静かなのでぐっすり眠れます。アーク側の客室だとパークの景色や様子が気になって窓を開けたり、バルコニーやテラスがあれば出たり入ったり、気持ちが落ち着かないのですが、この客室は外が真っ暗なので眠ることに集中できます。おそらくお隣の客室も同じではないでしょうか。皆さん、早寝なのか、本当に静かです。そして何よりもこの客室の素晴らしいところは朝、窓の外に広がる緑を眺めていると、まるで自分だけの隠れ家に来たような気分になります。鳥のさえずりや風にそよぐ葉の音が聞こえてきて、日常のストレスもどこかへ飛んでいってしまいます。それでもやっぱりパークの景色が見たいという方は、ファンタジーシャトーのテラスに行けば最高の景色を見ることができます。特に朝のテラスは空いていておすすめです。
ということで、今回はファンタジースプリングスホテルエントランスサイドスーペリアールコーブルーム3階のお部屋を紹介させていただきました。今回の熊子のように3階の客室にアサインされる確率はおよそ10分の1。せっかくの滞在ですから、お部屋からの眺めは妥協したくない。そんな時は諦めずにキャンセル拾いを試してみるのがおすすめです。実は熊子も今回の滞在までに時々予約サイトを覗いてみましたが、ホテルエントランスサイドのデラックスルームやウォーズコートサイドのパークビューは何度かキャンセルが出ているのを見かけましたので、こまめにチェックしてみてください。それでは最後に、今回熊子が宿泊した客室の番号を発表します。今回の客室は3411号室でした。この客室紹介動画がご覧いただいた皆さんのお部屋選びの参考になればとても嬉しいです。これからも素敵な情報をアップしていくので、チャンネル登録とベルマークの通知設定もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。